皆様こんにちは、セリナです。今回は2025年一番売れたコスメはどれ？百貨店オンラインの年間売上ランキングで一番多く1位を獲得したコスメをメイクしながらご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今年も上半期と下半期に分けて新作コスメを対象にした雑誌ベスコスとマイベストコスメをご紹介しましたが、今回の動画では発売式関係なく2025年で一番売れたコスメをカテゴリーごとにメイクしながらご紹介していきます。新作ロングセラー関係なく実際に売れている人気コスメをご紹介していきますので、少しでもコスメ選びの参考になれば嬉しいです。他にも2025年のベストコスメ関連の動画はもちろん、人気アイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。アイテム紹介に移る前に、今回参考にしているランキングについて説明していきます。この動画では伊勢丹新宿店と伊勢丹ビューティーオンラインの売上ランキングに基づいて、2025年年間で本当に売れたベストコスメ1位から3位を発表する伊勢丹ビューティーベストコスメセレクション2025。2025年10月31日までの期間、阪急ビューティーオンライン内にて販売実績をもとに順位を決定する阪急ビューティーオンラインベストコスメ2025。大丸松坂屋の公式通販サイトデパコで販売しているコスメのうち、対象期間中に発売され、デパコでリアルに売れた新商品の1位から3位の発表に加え、対象商品に定番品を含めた各カテゴリーの売上1位、ベストヒットを紹介しているデパコベストコスメ2025年上半期、2025年下半期のランキングをもとに、各ランキングのカテゴリーごとに一番多く1位を獲得したアイテムをご紹介していきます。それでは下地部門からです。下地はこちら。グレートポーボーテボワールコレクチュール N です。阪急ビューティーオンライン2025メイクアップベース部門1位。デパコベストコスメ2025年上半期下半期化粧下地日焼け止め部門のベストヒットを獲得しています。数々の新作下地などを抑えて、グレートポーボーテの王道下地が圧倒的な人気でした。こちらの下地は口コミランキングなどでも常に上位に入っていて、実際に愛用しているという方も多いんじゃないでしょうか。滑らかながらもクリーミーなテクスチャーで、しっかり保湿をしつつ、毛穴補正効果とトーンアップを叶えてくれるところが人気のポイントです。では、こちら側半分に実際に塗ってみたいと思います。肌の上に乗せるとこんな感じで、クリーミーですが適度なみずみずしさもあるので、乾燥が気になる時にも問題なく伸ばしやすいです。肌表面の水分が足りないと感じるときは、化粧水などでしっかり潤いを与えてから塗ると均一に伸ばしやすいと思います。軽く塗るだけでもこんな感じで、自然にトーンアップしているのがわかりやすいと思います。はい、こちら側半分に塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較をすると、自然にトーンアップをしているのと、毛穴や凹凸を埋めて、フラットで滑らかな肌に整っているのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。適度に厚みがあるクリーミーなテクスチャーなので、毛穴や凹凸を埋めるように補正してくれて、フラットな肌に見せてくれます。ホワイトに近い明るいベージュカラーもついているので、しっかりトーンアップはしつつ、細かい赤みなども自然にカバーしてくれる効果もあります。下地とパウダーのみで仕上げて、ファンデーションなしで過ごしたいという時にも使いやすく、ファンデーションのカバー力をアップさせたい時にも使いやすいです。滑らかなクリームテクスチャーなので、スキンケアで与えた水分や油分をしっかり閉じ込めてくれるような役割もあります。保湿力と毛穴補正効果、そしてトーンアップ効果と下地に欲しい機能がたくさん詰まっているので、人気なのも納得ですよね。続いてはファンデーション部門です。ファンデーションはこちら。NARSライトリフレクティングセラムクッションファンデーションです。こちらは阪急ビューティーオンライン2025年クッションファンデーション部門1位、
デパコのベストコスメ2025年下半期ファンデーションコンシーラー部門1位を獲得しています。媒体によってリキッド、クッション、クリームなど部門が分かれていたり、ファンデーションとコンシーラー混合のランキングもある中で、NARS の新作クッションが多くのランキングで上位を獲得していました。こちらは今年の2月に発売されたばかりなのに、数々の名品アイテムを抑えて上位に入るほどとても人気になっています。このファンデーションは何といってもこのみずみずしくて軽やかな塗り心地が魅力的です。軽やかで自然なツヤも今っぽい肌に仕上げてくれて人気のポイントかなと思います。ではこちら側に塗っていきます。こんな感じのスポンジタイプのクッションになっていて、結構硬めなのでパフにファンデーションがつきすぎないところも調整しやすくて、クッションファンデーション初心者の方にも使いやすいと思います。優しくタップするようにのせていくとこんな感じで、薄膜で自然なツヤが肌に乗るのがわかりやすいと思います。一度にファンデーションの量がつきすぎないので、厚塗り感が出なくて薄付きの肌に仕上げたい時にも使いやすいです。気になる部分は再度付け足してさらにタップしながら重ねていくと、ある程度カバーもしてくれるので、カバー力の調整もしやすいタイプです。はい、こちら側半分に塗ってみました。下地のみの方と比較をしても、厚塗り感や重さは出ていないのに、赤みや色ムラは自然にカバーしていて、光の反射で滑らかに艶めくような立体的なツヤ肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。今回下地がカバー力をアップさせてくれるようなタイプのものを使っているので、こちらのファンデーションも比較的ハイカバーに仕上がっていますが、ファンデーション単体だと一度塗りならシアーに、重ねていくとミディアムカバレッジくらいのカバー力を得ることができて、ナチュラルで自然な肌に仕上げたい方にとてもおすすめです。仕上がりの綺麗さももちろんですが、個人的には質感がすごく優秀だなと感じていて、枠感や重さがなく水分たっぷりでかなりみずみずしいので、お直しで上から何度も塗り重ねても全く汚くならずに綺麗に馴染んでくれるところがすごく使いやすいポイントです。ファンデーションをこまめに塗り直したいという方や、同じ用のクッションを探しているという方にかなり使いやすいんじゃないかなと思います。続いてはコンシーラー部門です。コンシーラーはこちら。ディオールスキンフォーエバースキンコレクトコンシーラーです。こちらは阪急ビューティーオンライン2025年コンシーラー部門1位、デパコベストコスメ2025年下半期ファンデーションコンシーラー部門のベストヒットを獲得しています。ディオールのコンシーラーも王道の定番アイテムですよね。今年は特に素肌っぽく軽やかな仕上がりのベースメイクが人気だったので、ポイントで使えてカバー力の高いディオールのコンシーラーは今年も人気だったんじゃないかなと思います。こんな感じで、こっくりしていてクリーミーなタイプですが、伸ばしていくとこんな感じで自然に馴染んでくれます。高いカバー力と肌なじみの良さを両立してくれます。ちょうどこの辺りに赤みが出ているのでカバーしたいと思います。まず気になる部分に乗せて、周りをタップするようにぼかしていきます。カバー力は高いですが、しっとりしているので、目周りに重ねてもパサつかないところも使いやすいポイントです。軽く重ねるだけでもしっかり気になる赤みをカバーしてくれます。適度なツヤも感じるので、どんなファンデーションとも相性が良く、馴染みやすいところも使いやすいです。続いてはフェイスパウダー部門です。こちら。コスメデコルテルースパウダー00トランスルーセントです。こちらは伊勢丹ビューティー2025年間売上ランキングフェイスパウダー部門2位、デパコベストコスメ2025年下半期フェイスパウダーハイライト部門のベストヒットを獲得しています。また、阪急ビューティーオンラインのルースパウダー部門は、こちらと同じシリーズでカラー違いの101が1位を獲得していました。今年はフェイスパウダーの新作がかなりたくさん登場した印象で、どれもとても進化していましたが、実際の売上ランキングではやはり王道のコスメデコルテが1位を獲得していました。こちらのフェイスパウダーはカラーはもちろん質感もいろいろなタイプを選べて、今回ご紹介している00番は肌を磨いたような滑らかで自然なツヤが出るところがとても綺麗で人気です。こんな感じでかなり滑らかで肌なじみのいいパウダーですが、角度によってこんな感じのやりすぎ感のない自然なツヤを楽しめます。ではこちら側半分に塗っていきます。今回は付属のパフを使って塗っていきます。
一塗りでも自然に毛穴や凹凸が補正されたのがわかりやすいと思います。はい、こちら側半分に塗ってみました。パウダーなしの方と比較をすると、毛穴や凹凸がさらに滑らかになって、フラットな肌に仕上がっているのがわかりやすいと思います。コスメデコルテのパウダーは、ツヤタイプもギラギラツヤツヤしすぎなくて、一度セミマットのパウダーで毛穴や凹凸をしっかりフラットにした上に、自然なツヤのベールをかけたような、やりすぎ感のないツヤ感が特徴的なので、シーンやメイクを問わずに、どんな時にも使いやすい仕上がりになってくれるところがすごくいいなと思います。近くで見るとこんな感じです。毛穴や凹凸をしっかり埋めてフラットな肌に仕上がっています。自然なカバー力ややりすぎ感のないナチュラルなツヤ感だけでも綺麗ですが、汗や皮脂崩れにもとても強く、季節問わずに使えるところもすごくいいなと思います。続いてはアイシャドウ部門です。アイシャドウはこちら。スックシグニチャーカラーアイズ14有琥珀です。こちらは伊勢丹ビューティー2025年間売上ランキングアイシャドウパレット部門1位。阪急ビューティーオンライン2025年アイシャドウ部門1位。デパコベストコスメ2025年上半期下半期アイシャドウ部門ベストヒットを獲得しています。今年発売されてとても話題になった同じスックの15銀のぞきやコスメデコルテの新作アイシャドウの01番など、ベーシックなベージュブラウン系が特に人気だった2025年ですが、すべてのランキングで1位を獲得したのはスックの14番でした。ベーシックなブラウンの中に血色感をアップさせてくれる赤みニュアンスやグリターのような大粒のラメが入っているところが他のブラウンパレットとの違いを楽しめるポイントかなと思います。今回はパレット全色を使ってメイクを仕上げていきたいと思います。まず左上のカラーを指にとって、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらはパールのツヤがとても綺麗な塗るツヤ質感です。表面はニュートラルなベージュなので、肌の色問わずにとても使いやすいです。続いて右下のカラーを指にとって、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。こちらが赤みのかなり強いナチュラルなブラウンカラーです。グリッターのような大粒のラメが入っていて、このカラーをメインにすると華やかなアイメイクに仕上がります。グラデーションの最後にアクセントにかけても可愛いです。続いて右上のカラーを付属のチップにとって、下まぶた全体にのせていきます。こちらは明るくナチュラルなツヤカラーです。下まぶたにのせるとツヤが反射して可愛いです。最後に左下のカラーを指にとって、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらは黄身の強いブラウンカラーです。はい、パレット全色を使ったメイクが完成しました。今回は赤みの強い大粒ラメカラーをメインに使ってみました。ベーシックの中に程よい遊び心やカラーメイクの要素を楽しめるところがこのパレットの使いやすいポイントかなと思います。組み合わせ方次第でもう少し赤みを抑えてベーシックなブラウン寄りにしたり、ラメやツヤを前面に出して透明感あふれるメイクに仕上げることもできます。使いやすさとトレンド感のバランスがすごく素敵ですよね。ブラウンアイシャドウを使うとくすみや血色感が抑えられるのが気になるという方にもおすすめです。引きで見るとこんな感じです。続いてはチーク部門です。チークはこちら。スックブラウリングカラーブラッシュです。伊勢丹ビューティー、阪急ビューティーオンライン、デパコ上半期、下半期ともに1位を獲得していて、伊勢丹ビューティーオンラインの1位は01の泡音、デパコの上半期は06付け重ね、下半期は08付け長めと人気のカラーが分かれました。人気カラーは分かれましたが、どのランキングもスックが1位を独占しているのはさすがですよね。しっとりしていて高発色なのに肌なじみがいいところがものすごく使いやすいチークです。こうして見ると人気色は全体的に明るくて淡めのものが多いかなと思います。今回は新作の08付け長めをご紹介していきたいと思います。こちらはチーク部分とハイライト部分に分かれているタイプです。チーク部分は黄身のピンク、ハイライト部分はホワイトベースにブルーが輝く青み系で、この2色を合わせることでニュートラルで明るく淡いイメージに仕上がります。今回はチークとハイライトを合わせて取って、頬の中心から広範囲に塗っていきたいと思います。
肌の上にのせるとこんな感じで、淡いながらもふわっと血色が乗ったのがわかりやすいと思います。はい、両方の頬に塗ってみました。チーク部分は結構黄みが強めのピンクカラーなので、淡くて柔らかいニュアンスながらも血色感をしっかりアップして、その上にホワイトとブルーのハイライトが血色を与えながら自然に艶めいてくれます。2つを合わせることで黄みにも青みにも寄りすぎず、明るく柔らかいニュアンスのチークに仕上がるので、こちらも肌タイプ問わずに使いやすいカラーなんじゃないかなと思います。ふんわり柔らかい血色感と自然なツヤ感のバランスがとても綺麗です。続いてはハイライト部門です。ハイライトはこちら。ディオールバックステージグローマキシマイザーパレット002フロステッドオパールグラウです。こちらは伊勢丹ビューティー2025年間売上ランキングハイライト部門1位、阪急ビューティーオンライン2025年ハイライター部門1位、デパコベストコスメ2025年下半期ハイライト部門1位を獲得しています。もともと大人気だったディオールのバックステージシリーズに新色が登場ということで、待望の透明感パステルカラーということもあり、かなり人気になりましたよね。となるカラーの4色が楽しめるのはもちろん、それぞれの質感に違いがあったり、ハイライトやチークとしてはもちろん、目元にも使えるところも人気のポイントです。今回はブルーカラーをハイライトに、ホワイトカラーをアイメイクにプラスワンしてみたいと思います。まずブラシに取って、目の下からこめかみにかけての C ゾーンに優しくのせていきます。ベースに透け感がある淡いブルーのラメカラーなので、しっかりのせてもこんな感じで、主張しすぎずに自然に透明感を与えてくれるところが可愛いです。続いてホワイトを指に取って、上まぶたの暗めの中心にのせていきます。ホワイトはかなり大粒のグリッターのようなラメなので、ハイライトとしてはもちろんですが、アイメイクやポイントに使うのがおすすめかなと思います。はい、こちら側半分に右下のブルーをハイライト、左上のホワイトをアイメイクにプラスしてみました。ハイライトは近くで見るとこんな感じで、大粒のブルーラメがしっかり輝きますが、透け感があるので、肌の色味は大きく変わらずに、自然に透明感をプラスしたい時に使いやすいです。目元にプラスしたホワイトはかなり大粒のグリッタータイプなので、華やかなメイクに仕上げたい時に活躍してくれます。デザインもものすごく可愛いので、自分用にはもちろん、プレゼントにも喜ばれるんじゃないかなと思います。最後はリップ部門です。こちら、RMK デューイーメルトリップカラー03シャイハートです。阪急ビューティーオンライン2025リップ部門1位、デパコベストコスメ2025年下半期リップ部門ベストヒットを獲得しています。今年はシャネルやディオールの落ちないリップもかなり話題になりましたが、やはり RMK が上位を独占していました。デパコスのツヤ質感の落ちないリップ10種類を比較した時にも、やはり RMK は色持ちがかなりいいのと、ツヤも綺麗に残ってくれたり、みずみずしくて滑らかな保湿感が持続してくれるなど、落ちないリップの中でも機能性が優れているところが人気のポイントなのかなと思いました。実際に塗ってみたいと思います。水分たっぷりでかなりみずみずしく、滑らかに唇の上に伸び広がってくれます。乾燥が気になる時にも塗りやすく、長時間つけていてもパサパサに乾燥しないところも使いやすいです。唇の上にのせるとこんな感じです。みずみずしいツヤ感がとても綺麗ですよね。唇の色素をしっかり覆ってくれますが、絶妙な抜け感があるので、仕上がりもとても今っぽいなと思います。今回一番人気だった03のシャイハートは、黄身寄りの明るいピンクなので、いろいろなメイクに組み合わせやすいです。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで、2025年の百貨店オンライン売上ランキングで一番多く1位を獲得したアイテムを使ったメイクが完成しました。実際に売れたコスメというだけあって、どのアイテムも仕上がりの綺麗さはもちろん、機能性も高くて使いやすいものがすごく多かったなと思います。1位のアイテムを組み合わせてもかなりバランスよく仕上がっているのがすごいですよね。ベースメイクは気になる毛穴や凹凸、乾燥や汗、皮脂崩れをしっかり対策しつつも、トレンドのナチュラルでサーダっぽい肌を演出できるようなものが綺麗に組み合わせてあって、ポイントメイクも
ベーシックで使いやすいけれどきちんと遊び心とトレンド感が入っているところがすごいなと思います。少しでもコスメ選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。